能力が高ければ高い優秀な人ほどクラッシャー上司になる危険性はあります。そういう人の方が目の前のビジネス成果が出ることもあるんですよ。はい。人として成長するとか大人になるとかそういうことあこんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ話をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします、本日も。最近、うちの会社の部下たちが、いわゆるそのクラッシャー上司っていうんですかね。そういう人たちが原因で辞めていくケースが結構後を絶たないんですね。で、そういった上司の、どういった態度とか行動がその部下たちに影響しているのかなっていうところを、モン社長が実際に経験したケースを元にちょっと教えていただきたいんですけど、そもそもクラッシャー上司ってどうやって誕生するんですかね。自分がはい。能力が高い、優秀であればあるほど、優秀なプレイヤーであればあるほど、はい。クラッシャー上司になるリスクは高いですよね。あ誰しもが可能性ありますよね。あ。僕だってそういう時期が多分あったと思いますし、そうですか。今でも片鱗がゼロなわけじゃないと思うんですよ。なるほど。優秀であればあるほど、そのリスクはありますよ。なんでなんですか？優秀であればあるほどクラッシャー上司になる可能性を秘めてるっていうのはどういう？だってやっぱりその頭のいい人は、はい。なんでこんなことできないのってみんな言っちゃうわけですよね。思っちゃうし。言い方悪いですけど、あんまりね、アホな人とか見て、こんなこともわかんないの？なんで？優秀であればある人ほど、はい。そういう風に思っちゃうゾーンがでかいんですよ。この辺にいる人たちをこうやってなんでこんなことわかんないのって見るじゃないですか。なんでこんなことできないのっていうのを言っちゃえる？なんでそういうことを平気で言えるのかなって僕はちょっとわからないんですけど。一つは、はい。クラッシャー上司に育てられた人ですよね。その環境に。ああ、なるほど。だからやっぱ人間って、はい、親とかにやっぱ似るんですよ。全部じゃないとしても、やっぱり似るんですよ。だってそりゃそうですよね。だって0歳生まれた時からずっと親と一緒にいるわけだから、親の価値観受け継ぎに決まってるじゃないですか。自分の当たり前は結構親の当たり前に近かったりするわけですよ。確かに。自分が新入社員の時に、そのクラッシャー上司みたいなのがいた時に教育されてたら、自分も結局やっちゃうんですよ。最近だいぶ抑制してますけど、引っ越し業界もそうですよ。みんな大体口揃えて言うんですよ。本当に昔は、現場にアルバイトに行くと、名前も呼ばれないし、何にも教えてくれなくて、で、モテなかったら罵倒されて、みたいな。俺は本当にムカついて頑張ったんですよ。そうか！お前もこの前アルバイトの同じことやってたぞ。俺はこうやって育てられてきた。俺は、あの時はこう耐えたみたいなね。嫌だったんじゃねえのみたいな。確かに。なんかほんとそういう感じですよね。あともう一つは、なんか割とこういう傾向だっていう話ですけど、劣等感がある人とか、いじめられた経験とか、すごくやっぱいじられキャラだった人とかは、一歩間違って高いですね。学生時代に。学生時代とか、そうですね、10代、20代。はい。ちょっとこう、一つ例だと思って捉えてもらいたいんですけど、例えば、小学生の時って、普通の小学生だったら、大体、ひょうきんな子、面白い子とか、運動神経がいい子とか、こういう人がこうモテたり、そうですね。その二択じゃないですか、小学生。注目されるわけですよね。男子だったらね。いわゆるその、ゲームやってたりとか、いわゆるだからこうガリ勉みたいな、勉強すごいやってる子とかは、イメージあんまり薄くて、とにかく頑張って勉強してますみたいな、いるわけじゃないですか。で、中学生になると、次に大体中学生でモテるのって、ちょっとヤンキーというか、そうですね。で、こいつらが幅利かすわけですよ。その間、真面目に勉強してる人たちは、要はあまり目立たぬように、愚直にやってるわけですよね。で、ヤンキーみたいなやつがいじったりするわけじゃないですか。力関係的に言うと、影響度で言うとヤンキーの方が強いわけですよ。今度、高校生になってくると、ちょっとヤンキーのある色を残りつつ、背高いとか、顔がかっこいいとか、こっち系が持てるわけですよね。でも、別に特別背高いとか、すごいかっこいいとかがなければ、勉強を真面目にしてる人たちは、もう要は端っこで、学校もそうですし、街に出てもそうですよね。なるべくあまりこう、目立たぬようにやってるわけですよ。大学生になって、やっぱり頭がいい人とか、見た目が、もしかしたらチャラい人とか、ちょっとこう、格好つけてる人とか、こういう人たちが持っているというか、徐々にだからその、日の目を浴びていくんですけど、言い方悪いんですけど、こう、
全員じゃないですよ。はい。だけど分かりやすい例でいくと、小学生から大学生ぐらいまで多分、ちょっといじられたりとか、あんまりこう、中心ではないところで、地道に頑張ってきたわけですよ。これ就職しましたと。当然、例えば IQ 高いから、いい職場、いわゆる一般的にいい職場だったりとか、一流と言われる会社とか、就職するわけじゃないですか。で最初は当然別に給料も高くないし、だからこう頑張ってきますよね。でちょっとずつ成果出し始めてきて、それこそ30歳前後とかになってくると、下手したらだから年収1000万とか、ね、例えばすごい大きなプロジェクトやってるとかってなりますよね。で、片や小学生の時にひょうきんで面白かったやつって、もうどこに行ったかわかんないぐらいの感じ。運動神経できたやつも、そのプロスポーツ選手とかなったら別ですけど、なってなければ普通に働いてる。中学生の時に自分を見下していたヤンキーも、今しょうもない感じで、全然別に大した仕事でもないし、大した稼ぎもないし、自分に比べたら。高校も大学もってなるわけじゃないですか。ここでやっぱり逆転になるわけですよ。逆転の定義はちょっと人の価値観で置いといて、要は稼いだとか、ね、世の中で重要なこと、世間一般的に見たら、どれぐらい稼いでるかとか、どれぐらいすごい仕事、職場にいるかとか、こういうことがこう、マウント取る感じになってきて、逆転するわけですよ。ここで問題が、これでもやっぱいい人も多いんで、相手の気持ちを考えられる。要は今まで、例えば、なんかそういじられたとかいじめられたとか、劣等感があるんだけど、ちゃんとそういう人の気持ちがわかるから、相手の気持ちを考えられるいい人だったら、全く問題ないですよ。クラッシュにはなるんですよ。でも、やっぱりその劣等感とかいじめられた経験とかいじられた経験とかを持っていて、見返してやりたいとか、それが行き過ぎると、やっぱり一番立ちの悪い人は、威張れるところに入ってきたわけですよ。マウント取れるわけじゃないですか。お前どこ住んでんのみたいな。俺はあそこ取ってるねみたいな。出た、住んでるとこマウント取ってきたぜ、みたいな。僕らが喋って何のマウントにもなんないんですけど、でもやっぱりその、見返したい気持ちがあんまり強すぎる人とか、劣等感がまだそのクリアできてなくて残っちゃってる人はやっぱ危険ですよね。その30代とかぐらいで、そのマウントをする、なんか見返したいみたいな劣等感の裏返しが来ちゃった人は、これはもうクラッシャー上司になりますよ。大体そういう人になると、過度な合理主義。なんでできないのみたいな。とか、論破論理攻め。大体そういう人は、相手をコテンパンにやっつけんすよ。そこまで言わなくてよくないみたいな。徹底的にコテンパンにしちゃうんですね。なるほどね。だから、そういう人はもうクラッシャーですよね。で、ただこれって、本質的に言うと、多分、人間誰しも、どっかで調子づくんですよ。僕だってそうですし、どのタイミングでどういう境遇で調子こくかどうかだけだと思うんですよ。なるほど。このデビューが遅かったら40代で調子こく人もいるし、はたまた逆に、僕なんかみたいにあんまり学校行かずにいろいろ調子こいてたら、10代の時にすでに調子乗り終わってる。20歳ぐらいの時に調子に乗っちゃったから、もうそれを乗り越えて、やっぱ良くないなと思って、で、ちょっとずつ治ってきてる人もいますし、器が大きくなるとか、人として成長するとか大人になるってそういうことだと思うんですよ。必ず誰しもが調子に乗っちゃう時期あると思うんですよ。でそれがそういう背景で当たっちゃう人が、結構割とクラッシャー上司になりやすいんだよね。なるほどね。でもそれ本質かもしれないですね。クラッシャー化するタイミングは人それぞれ違えど。そうですね。なので、能力が高ければ高い優秀な人ほどクラッシャー上司になる危険性はあります。リスクは高いと思いますと。やっぱ人間誰しもがどっかのフェーズでやっぱり調子乗る時期があって、その調子乗る時期に、その劣等感の裏返しとかが出ちゃうと、なる可能性は高いですよね。でもそういうクラッシャー化した人たちって、もう本当自分の過去の経験とか、過去から来る劣等感とか、そういうところから起因してるじゃないですか。僕らからしたら、そのクラッシャー化した上司をどういうふうに放置するのももちろん良くないと思いますし、組織としてどういうふうにこう考えていったらいいのかなっていうのが。今までいろんな人見てきましたけど、やっぱり痛い目を見て、どっかで。それが人によっては3年やったら痛い目を見るのか、10年やっても痛い目見ないのかってちょっと違うあるかもしれないですけど、何らかしらね、やっぱり痛い目見るんですよ。気づくか気づかないかもありますけど、まあ大体みんな、大人になっていきますよ。ただ、逆を言うと、そういう人の方が目の前のビジネス成果が出ることもあるわけですよ。要求が厳しかったりする。
なるほど。だからそういう人たちが多い職場もあるし、職種もあるし、一概に否定はできないんですけど、だからまあ、逆に、じゃあ部下側だとしたら、なんかそういうのも受け入れて、うまくやればいいと思いますけどね。意外とクラッシャーなんだけど、すごい成果を出せるとか、能力が高いとかって、チームとしてのその大きな人数を雇っていくときの成果っていうのはちょっとあるかもしれないですけど、でもその少人数でのチームとか、能力が優秀なんで、すごい短期的にとか、そのミニマム単位だったらそういう成果を出せる人とかいるから、まあ、学ぶこともいっぱいあるでしょうし、なるほど。うまく付き合いが別にいいと思うんで、それこそクラッシャーですげえ言われるけど、まあ、それすらも学びにしてやるしかないとは思いますけどね。で意外とでもそういう人は仲良くなったらとか、意思疎通ができる人とか、近づいてくる人には優しいですよね。敵味方がはっきりしてるんですよ。味方になったらすごいいい人。なるほど。だけど敵になった瞬間にすげえ。いる。めちゃめちゃいる。超当てはまります。だからその悪い人とかいい人とかって本来の概念はそのあんま関係ないですよね。そういう性質がとか、そういうフェーズが出ちゃってるだけだから、ほとんどの人は。それでも十分嫌な人いますよね。本当に嫌だったら付き合わなきゃいいんじゃないですかね。アップルさんでもいらっしゃいましたか？俗に言うクラッシャー上司。いやだから先ほど言った通り、まあ、フェーズと、そういうのがあるんで、まあ大体の人は大体所属く時があります。でも大体痛い目見てますよね。長いスパンで見たら。そういう人は多いですか？そういう過去、学生時代とかそういう境遇だった人とかって紐解いていくと。そうですね。割と傾向的には、率的には高いと思います。なんか昔からやんちゃしてた人はもう痛い目見てるというか、もうそれこそだからヤンキーとか10代の時にどんだけ所属しても大人になってから結構別にヤンキーですごい影響力があった時代からすると、社会に出たら別に影響力って目減りしていくわけですよね。意味なくなってくるんで。コミュニティの種類と大きさが変わってくるんで。そうなってくると別にそれで威張ってもしょうがないから。だって痛いじゃないですか。そうですね。
頭の使い方っていう点で言うと、複雑な問題を解決することではなくて、人をどう動かすかっていうことに頭の良さを使うように努力した方がいいと僕は思います。あとは、クラッシャー上司がいて大変だって言ってる人は、でもそれもそれで別にうまく付き合って逆にいいところもいっぱいあると思うんで、それをちゃんと学ぶ、うまく付き合っていくというところにどうしていくかを考えて行動していった方がいいのかなと思ってます。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。